こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして2025年は年金改革の年になっております。今現状まだ確定しておりませんけれど、様々な年金改革案というのが議論をされている状況になっています。そんな中で出てきたのが子育て中の年金について増額をするという話です。この子育て中の年金に関しては可給年金と言われるものがあるんですけれど、この可給年金の見直し案が出てきましたので、現状出てきている案の内容について見ていく。そして、今後の10年後の日本について少し見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、子育て中の年金というのは、可給年金というのがあります。この可給年金制度についてまずは見ていきたいと思います。そして今現状出ている年金改革案について見ていった上で、今現状、男性も女性も高齢者もみんな働く時代になってきておりまして、就業率の推移と今後の法改正について、そして最後に注意点とまとめとして10年後の日本について考えてみたいと思います。まずは可給年金制度というものはどういったものなのかですけれど、こちらは厚生年金の被保険者の期間が原則20年以上ある方を対象として、原則として65歳到達時に生計を維持されている配偶者、または子供がいるときに加算をされるというものになります。そして、可給年金の加算については届け出が必要になっておりますので、届け出忘れずに行ってください。この可給年金制度、加入期間が20年以上必要。なおかつ基礎年金では対象外となっているところにポイントです。そして、この可給年金制度については、配偶者に関しましては、可給年金額として23万4800円という形になっております。そして子供に関しましては、第1子、第2子については23万4800円配偶者と同額が支給されるんですが、第3子以降についてはですね、7万8300円と非常に大幅に減額をされてしまうということになっております。ここも非常に問題だということで、昨今の就労状況、結婚状況等を考えた上で改正をしていこうというふうに議論が出ております。また、この可給年金についてはですね、配偶者に関しては23万4800円の可給年金が加算をされて支給されるんですが、なおかつ年齢に応じてさらに加算がされるという形で配偶者特別加算というのがあります。年齢に応じてなりますけれど、最大でですね、合計40万円まで加算をしてもらえるというものになりますので、この配偶者加算というのも非常に今受給をしている方に関しては大きいものになってくるということになっております。そして今回見直しがあったのが、加入期間20年というところ、そして第3子での減額、ここに関して改正をしていこうという話で、どのような案が出てきているかというと、この改革案に関しては、今現状加入期間は20年ということになっております。この20年を10年に短縮をしていこうという案。なおかつ、基礎年金のみの受給者も対象拡大をしていこうということで、厚生年金だけではなく、基礎年金に関してもこの可給年金制度を導入をしていくと。そして、今年金ですね、10年年金というのがありますので、そこに合わせて加入期間20年は長いので、10年にしていこうという議論が出ております。そして支給額に関しましても、第3子以降というのは大幅に減額をされてしまうんですが、この減額というのはなくして、第1子、第2子と同額一律でいこうという案。なおかつ、子供に対して支給される加算額は、現状の金額ではなく増額をしていこうという案が出ております。
なぜこのような議論が出てくるかというと、やはりですね、少子高齢化といったところもあって、子供が多い世帯への支援を手厚くしていこうといったところがまずあります。また昨今はですね、晩婚化によって子育て期間中に定年退職を迎える受給者が増えてきているといった現状もあるということで、今現状ですね、この加給年金受給をしている方というのは約3万6千人というふうに言われているんですが、この改革案が進められて、成立をした場合にはですね、対象者が33万人と約10倍に増えるということになりそうです。そして、加入期間も短縮、対象範囲も拡大、金額も増額といった一方で、緩めたら締めるというのが法律の原則になってきていますので、一方で配偶者に支給される加給年金ですね、最大40万円というのを先ほどご紹介をしましたけど、こちらに関しては減額縮小していこうという議論が出ておりますので、配偶者の年金は減少傾向に。そして子供に対しての年金は増額傾向にといった形。こちらはですね、やはり女性の就業率が上がってきているといった背景がありまして、女性に対してのですね、そこの配偶者と言われる方の加給年金というのはどんどん縮小をしていこうという話になっております。では、女性の就業率が向上という形になっておりますけれど、今の現状の就業率を見ていきますと、直近の令和5年の女性の就業率を見ていきますと、53.6% という形で、もう半分超えているといった状況になっております。一方でですね、やはり人手不足の原因となっている少子高齢化ですけれど、まだ現状出ておりませんけれど、2024年の出生数ですね、こちらの見通しが速報で出てきているんですが、70万人割れといった見通しで過去最小を更新をする可能性が非常に高いという状況になっております。政府はですね、もう以前から男性の育児参加というのを非常に進めておりまして、男性の育児協力、これによって出生数を上げていこうという形で、両立支援というのを推進をしております。それに伴って男性に関係する育児関係の制度というのが、どんどん頻繁に改正をされているといった状況で、2025年も4月、そして10月に育児介護休業法が改正をされるといった状況ではありますけれど、それに合わせまして男性の育休取得率公表の対象企業というのも拡大をするという形になっております。また一方ですね、子育てと仕事の両立というのも非常に重要になってくるので、この両立支援助成金というのがありますけれど、こちらもですね、補正予算によって拡充をされている。別の動画でですね、この両立支援助成金、2024年10月、補正予算成立、すぐにですね、拡充がされて、改正されているといった状況で、別の動画でご紹介をしておりますけれど、ご覧いただければと思います。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、10年後の日本というのがですね、民間の調査会社から出てきておりまして、就業者というのは今現状6700万人ではあるんですけれど、2035年このままいくと7100万人ほどで、就業者というのは増えてくる見通しになっています。ただしですね、フルタイムの正社員が増えてくるかというと、多様な働き方の進展によって、シニアの方、女性の方、外国人の方が増えるといった部分と、フルタイムではなく、就業場所、そして就業の業務の内容、そして時間、そういった部分で制限をされるフルタイムではない方たちの就労が増えてくるというふうに思われております。そしてですね、この中で出てきた外国人ですけれど、こちらもですね、外国人の就業者の見通しというのも、今現状200万人を突破したといった状況ではありますけれど、今後2030年は305万人、2035年には377万人と、どんどん増えてくるという見込みになっております。
そんな中でですね、2027年には育成就労制度というのがスタート予定となっておりますので、さらにですね、外国人の雇用というのが促進をしてくるのかなというふうに考えております。今後は様々な人材が活躍できる就労環境の構築、そして仕事と私生活の両立ができるような環境づくりというのがますます求められてくるというふうに考えますので、構築に努めてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。